皆さんこんにちは、さくらです。来週末に私が3日間家を空けるので、息子と夫用の作り置きを用意していこうと思います。今日は夫用のラタトゥイユを作っていこうと思います。今日はね、簡単にチューブニンニクを使おうと思います。ちょっと多めにオリーブオイルで炒めて香りを出していきます。赤ちゃん抱っこしながら料理をするので、もう蓋をフル活用して安全に作っていこうと思います。ニンニクの水分が油と反応してパチパチ跳ねるので、蓋は必須です。ある程度油が熱せられたら火を止めます。鶏もも肉を1枚焼いていきます。皮を下にして、これでまた蓋をして焼いていきます。ちょっと季節外れの2本で400円のズッキーニを用意しました。夏だとズッキーニは100円前後で買えるので、夏にしか作ってなかったんですけど、今回は夫への感謝の意味も込めて作るので少し高いんですが買ってしまいました。お肉を焼いている間に野菜を一口サイズに切り分けていきます。本当は夫にご飯の作り置きも作ろうかなって思ってたんですけど、でも夫は夫で、おそらく私が不在中はご飯をテイクアウトしたりスーパーのお惣菜を買って楽しんだりすると思うので、おかず系は作るのは最低限でいいかなと思っています。ちょっと多めに作っておけば、私が旅行から帰ってきた後も何か食べられるものが冷蔵庫に入ってると安心するので、ちょっと多めに作っていこうと思います、ね。妻は旅行で美味しいものいっぱい食べるのに、夫は家で私の手料理だと少しかわいそうなので、自由にご飯は買ってもらって楽しんでもらえたらなと思っています。ただ、でもおそらく夫が買うお惣菜とかテイクアウトはあんまり栄養バランスを考えないで買うと思うので、このスープで最低限の野菜とか食物繊維が取れればいいなということで、ちょっと野菜多めに栄養満点なスープを作っていこうと思います。息子が寝そう。寝ていいよ、寝ていいよ。ベビー布団に息子を下ろして昼寝をさせると30分ぐらいで起きちゃうんですね。でも抱っこ紐で寝かしつけをすると2時間ぐらい寝てくれるんですよ。ちょっと10キロを抱えて料理は大変なんで下ろそうかなとも思ったんですけど、でも途中で起きちゃうよりはいいかなということで、筋トレも兼ねて料理をしています。息子が生まれる前は結構作り置きスープとか頻繁に作ってたんですけど、最近はその日食べるご飯を作るのでいっぱいいっぱいで、あんまり作り置きはできてないです。すごい久しぶりに大量にスープを作ります。パプリカとかピーマンの種なんですけど、昔は結構丁寧に取り除いてたんですけど、食べられるってなんかネットの記事で見て、そこから私は種も一緒に使うようにしています。貴重な食物繊維だし、しっかり煮込めば口の中で残るようなこともなく美味しく食べられるので、特に困ったことはないです。なのでそのままカットしていきます。パプリカ高いしなくてもいいかなって思ったんですけど、でもラタトゥイユ作る時に黄色の色がすごく映えるので今回は使いました。でラタトゥイユにかぼちゃはあまり一般的ではないのかもしれないんですけど、でも私は夏野菜を用意する時にかぼちゃも一緒に使うのが好きで、ホクホクした甘みが加わって美味しいのでかぼちゃも一緒に入れています。ちょっと硬いな。軽くレンジで加熱してから切ろうと思います。
軽くレンジで1分ぐらい加熱するだけでスッと包丁が入るようになるのでおすすめです。前まではメキシコ産とかの海外のかぼちゃを使っていたんですけど、その離乳食を作るにあたって国産のかぼちゃを買うようになったんですね。もう全然味が違くてびっくりしました。国産の方が美味しい。甘いし、なんかねっとりしてる、すごく美味しくて感動して、そこからは国産のかぼちゃ一択になりました。お肉もいい感じに焼けました。このお肉の脂がいい味を出してくれるのでヘルシーとは程遠いんですけど、このまま使っていこうと思います。お肉を切るのはこの無印のキッチンバサミでカットしています。これだとまな板を洗う手間が省けるし、生肉を切った後のまな板とか包丁って結構気を使うと思うんですよ。洗うのもすごい慎重になるし、他の洗い物にその水がかからないように気を使ったりしてすごくストレスなんですけど、フライパンの上でそのままカットできればすごく楽なので、もうここ数年はこうやって調理しています。で、赤ちゃん抱っこしながら調理するときは必ず火を止めて火力が落ちてから蓋を開けるようにしています。やっぱね、このムチムチのあんよがさらされてるので油が跳ねたりしてやけどしないように気を配って料理をしています。このお肉の上に野菜を入れていきます。入るかな。加熱して水分が抜ければかさは減るので多分大丈夫なはず。ラタトゥーユは野菜から出る水分だけでスープを作るので特に水は入れません。ここにトマト缶を加えていきます。入るか。本当はねフレッシュトマトを用意してもいいんですけど、うちはいつも手軽なトマト缶で済ませています。さっき水は入れないとか言ったんですけど、このトマト缶の中に残っているトマトを最後まで使いたいのでちょっとだけ水を入れて余すことなく使っていきます。蓋をして、蓋できるかな煮込んでいきます。オッケーオッケー、ほぼしまった。すごく柔らかく煮えてるのでお昼の離乳食に少し使いたいので取り分けておきます。息子にあげたいと思います。本場のラタトゥーユはお塩のみで味を整えるシンプルなものが多いみたいなんですけど、我が家は結構甘めなぽってりした味付けが好きです。コンソメ、お砂糖、今回はきび砂糖を使っています。ケチャップを入れています。トマト缶の酸味が強いのでケチャップの甘みでちょうどよく味がまとまるのでいつもこの方法で味付けをしています。起きちゃったね、おはよう。完成です。ちょっと息子が起きちゃったので一旦このまま蓋をして余熱でじっくり加熱をしながらちょっと息子のお世話をしてきます。お昼寝から目覚めて息子の機嫌が比較的いい今のうちにパッキングをしちゃいたいと思います。多分夫が今日も食べたいって言うと思うので今晩用のラタトゥーユを取り分けておきます。で残りはもう全部冷凍しちゃいたいと思います。やばい、怒っている。まだ10時半過ぎなので今日できればもう一品作り置きを作りたいなと思っています。タッパー4つ分冷凍ストックします。ラタトゥーユで使った鶏肉の残りがまだ2枚残っているのでこれを使ってカレーを作っていきます。ダメだな。オッケー、来た。
ようじゃ。今夕方の4時なんですけど、ちょっとお散歩に行ってきて帰ってきたところで、気分転換もしたからおとなしく遊んでくれるかなと思ったんですが、無理そうなので抱っこしながら料理をしようと思います。今晩の夜ご飯をカレーにしようと思ったんですけど、せっかく作るのでちょっと多めに作って、これも作り置きでストックしとこうと思います。ちなみにフライパンは午前中に使ったフライパンのままです。トマトベースなので、いいコクになるかなということでそのまま使っちゃいます。今回も皮目を下にして焼いていこうと思います。蓋をして着火します。今回カレーは冷凍するので、じゃがいもを入れてしまうと食感が悪くなってしまうので、じゃがいもはなしでカレーを作っていきます。用意した野菜が人参、玉ねぎ、えのきとコーン缶も一緒に入れようと思っています。カレーは私が大好物で産後の作り置きでもカレーを作ったほど、お気に入りです。確かに油もたっぷり入ってるからヘルシーとは言い難いんですが、でも野菜とお肉とご飯ってバランスよく食べられるので、そういった意味では栄養もしっかり取れるのでちょうどいいかなと思っています。我が家のカレーはキーマカレーと普通のカレーの中間みたいなカレーをよく作っていて、普通の水分の多いルーの多いカレーだとなかなか野菜ってたくさん食べられないと思うんですけど、水の量を減らして作ることによって具沢山なカレーを食べることができるので好んで作っています。そのカレーに慣れると、外食でカレーを注文すると具が少なくてちょっと寂しい気持ちになります。そう具沢山に作れるのも家庭料理のいいところだなって思います。なので野菜は1センチ角ぐらいの角切りにしています。お肉をひっくり返します。あらあらあら、降りる？降りる。やった、息子が降りてくれました。おもちゃで遊んでくれているので、今のうちにお肉のカットまで済ませちゃいたい。もうお肉さえ切っちゃえば、あとはもうここに材料を入れて蓋をして煮込むだけなので、もうちょっと待って、こういう筋は取り除きます。やばいやばいやばい。はい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 。よし、ここに野菜を入れていきます。人参と玉ねぎとえのき、コーン缶を入れます。で蓋をして野菜が煮えるまで煮ていきます。ご満悦です。ニコニコね、一緒にいればね平気なんだよね。ごめんね。ちょっとこれだと味が濃いのでお水を足して調整していきます。ちょっと味が濃いめで美味しいです。ご飯も少し多めに炊いたので4食分冷凍しておこうと思います。カレーは3パック冷凍しておきます。今回用意した野菜はさつまいも、大根、人参、長ネギとぶなしめじ、白菜、ごぼうを用意しました。
さっきごぼうは皮剥いたんですけど、ポリフェノールだったかな、すぐに黒くなってしまいました。以前は頑張ってささがきにしていたんですけど、時間がかかるので普通に細切りに切っていきます。肌寒くなってくると豚汁を作る機会がすごい増えてくるんですけど、豚汁には根菜をいっぱい入れるので体を温めてくれる効果もあるので積極的に作っている料理です。産後用の作り置きにも豚汁を用意して冷凍していました。たっぷり冷凍ストックしておくつもりなので、旅行から帰ってきた後もおそらくストックは残ってると思うので、旅行後のね体をリセットするためにもたくさん野菜は入れて栄養満点なスープに仕上げていきます。ごぼうはアクが強いので数回水を変えながらさらしておきます。あとはもうどんどん切って鍋に入れていきます。まずは人参からいこうかな。すごい久しぶりにこのストックポットを取り出しました。育児中はストックするほどの時間の余裕がなくて、なかなかこのストックポットを取り出してスープをいっぱい作るぞっていう気になれなくて、旅行とかのきっかけがない限り腰が重くなりましたね。豚汁とかラタトゥイユもそうなんですけど、2人前の材料を用意して小鍋でコトコト煮るよりもたくさんの野菜を用意して大鍋で作った方が絶対美味しいんですよ。ほんと試してほしい。何が違うんだろうな。多分野菜の出汁の量が違うのか、なんか味わい深くて全然違うんですね。次、大根切っていきます。大量の野菜をさばいていく感じが私すごい好きで、ストレス解消になっています。私豚汁にさつまいもとかかぼちゃを入れるのが大好きで、なんかほっくり優しい甘みになるのでおすすめです。豚汁に豆腐を入れるのが好きなんですけど、豆腐は冷凍すると食感が変わってしまうので、もし入れるんだったら解凍した後に個別に鍋に取り分けて入れるのがおすすめです。おかえり、ありがとう。このタイミングでごぼうも入れちゃいます。次はぶなしめじ。石突きを取ってほぐしながら入れていきます。今のところおとなしく遊んでくれてるので続けちゃいたいと思います。なんかすごい立派なしめじ。よし、最後白菜を切って入れていきます。野菜は全部カメラを回す前に洗って下ごしらえっていうのかなはもう済んでいる状態です。この9リットルの鍋に今野菜がてんこ盛りなんですけど、もうこれも火にかければだいぶかさが減って8分目ぐらいまで減るかな。食べやすくなるので、その分たっぷり野菜を取ることができるし健康にいいのでスープ作りが好きです。こんだけ野菜を使っていると野菜の水分がしっかり出てくれるので、一回加熱して水分の量を見てから水をどれぐらい足すか決めています。最後は白菜の柔らかい刃で蓋をして野菜の下ごしらえは完了です。すんごい量。今日の夜ご飯でも豚汁は食べようと思っています。蓋をして閉まるかな閉まんない。火をつけて20分ぐらい加熱していきます。混ぜていきます。よいしょ。こんだけ大量に調理すると余熱でどんどん火が通り過ぎてしまうので、もうこの状態で一旦火は止めたいと思います。
離乳食だと一生懸命出汁を取っているんですけど、大人用の料理はもう顆粒だし一択です。本だしと赤味噌を入れます。でお味噌が溶ければ完成です。おやつにバナナを食べさせて機嫌のいいうちにパッキングしちゃいます。ちょこっと残ってるんですけど、これは今晩の夜ご飯と明日のお昼ご飯にしたいと思います。粗熱が取れたら冷凍しておきます。この小さい冷凍庫のスペースにメインの離乳食を入れました。ここにラベルを貼っているので迷わず手に取れるんじゃないかなと思っています。土曜日、日曜日、月曜日に分けて収納しました。あとこっちには予備の離乳食が入っているのと、あとは副菜として以前作っておいた鮭のクリーム煮と、あとこの間作ったさつまいもしらすも入っているので、足りない分はこっから取って調整してもらおうと思っています。あと下の段には夫用に作り置きをしたラタトゥイユとカレー、手前に豚汁と、あとご飯のストックも4食分しておいています。これを自由に夫に食べてもらおうと思っています。長い動画になってしまったと思うんですが、最後までご視聴ありがとうございました。時間をくれる夫への感謝の気持ちと、私がいない時にも息子にいつも食べ慣れた離乳食を食べてもらおうと思ってコツコツ5日間かなかけて作り置きをストックしてきました。少しでも参考になれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。